総集編前編。団子ちゃん。なんか私見て気づかない？誕生日見た目で出てる誕生日って。雰囲気出てたよ。誕生日は違うんだけど。違う？うん。何じゃ痩せたの？あ、そうなんだ。うん。ちょっとやっぱ振り袖だと分かりづらいね。まあでも、首周りとかね。ああ、確かにね。うん。見た感じちょっと痩せてるかも。どうしたの？ダイエットしてたの、実は。そうなの？うん。何それ言ってよ。言ったら何？ダイエットしてるんだって思ったのに。一緒にやるとかじゃなくて。思ったのに。うん。あ、そうなんだ。5キロ痩せたんだけど。5キロ？うん。2ヶ月で。めちゃくちゃ痩せてるじゃん。うん。なんでダイエットってしたことある？まあ、あんまりしないけどたまにね。でも周りはなんかダイエットって言うじゃない。ん。で、なんかうん、すごいやっぱ辛そうな、まあ体質とかもあるんだろうけど、まあね。でも私なんか必勝法見つけちゃって、誰に勝ってんの？自分に。自分に？うん。あ、そう。わかった。辛くもない。辛くもない。うん。辛くないの？辛くないの。で、やっぱり、それは、でも、その健康的とか、必ずしもいいとは言えないわよ。リバウンドする可能性だってあるし、ダイエッあ、トだから。そういう結構そう。暗黒の秘宝？暗黒まではいかないけど、運まあ、とりあえず運動はしない。動はしないんだ。ん。じゃあ結構なことやってるわよね、それって。うんだって運動もしないで5キロも痩せるって、そうかなりなことしてるわよ。で、お腹空いた時は食べてる。じゃあだって、うん。痩せる要素が見当たらない。このままじゃ。どう考えたって。これなんか聞いたことない？炭水化物を抜いてみろみたいな。なんか、うん。聞いたことある。うん小麦食べないみたいな。そう。炭水化物を抜くの。だけど、完全に抜くのは辛いから人間。昼間とかちょっと食べるんだけど、とりあえず、ほぼほぼ、鍋しか食べないの。鍋鍋って炭水化物入ってる？入ってないの。まあ、鍋って食材選べるじゃない。好きなもの入れればいいじゃない。鍋確かに入ってでもまあない。大体、白菜と、うん。まあ豚肉と、うん。まあ野菜、なんでもいいんだけど、ネギとか、うん。まあもやしとか、うん。と鶏肉。うん。それを2ヶ月食べ続けたの。何してんの？そしたら、5キロ痩せてたの。鍋で？うん。ちゃんこ鍋じゃダメ？まあ、どうなんだろうね。やってないけど。とりあえずポン酢で食べるんだけど、私はポン酢がすごい好きだから、全然辛くなかったの。2ヶ月間それやってても。鍋する方が辛そうだけど。鍋って簡単じゃない？いや、なんかだって、うん。鍋、さ、コンロみたいに置くわけでしょ？いや、全然キッチンのでも別に鍋っていう土鍋とかで作るわけじゃないわよ。一人で食べてんの？そう。鍋を。一人で？そう。変なやつ。鍋を一人で食べてんの？自分が食べる分だけ。それは、でも逆に聞いていい？そんなまでしてダイエットしたいのに、そこまでして食べたい。鍋にしてまで。いや、でも食べれない辛さってあるじゃない。やっぱそこが一番辛いじゃない、ダイエットの。お腹空いた、でも我慢しよう、みたいな。みんな言ってない？でも、鍋は食べてるのよね。鍋食べる。鍋の種類のものは食べていいのよね。食べてるわよ。鍋にする必要なくない？それは、めんどくさいからよ。そのまま生で食べた方がいいじゃん。いや、生で肉とか食べれないじゃん。生の肉は無理ね。豚肉を。ハムは？ハム。いや、いいのよ。いいけど、でも結局続かないじゃない、そういうのって。ハム全然いいわよ。ハム、毎日食べてるわよ。ハム。毎日ハムを生でこう食べてんの？ハムって生じゃない？だって。いや、毎日そのままなんか、サンドイッチとかにしてとかだったらサンドイッチに入ってるハムは好きじゃない。
知らないわよ、そハムんなの。ハムはハムのまま食べたいのよ。知らないわよ。いや、そうなの。うん。でも本当におすすめよ。うん。私はそういうのあんまりな。鍋があんまり好きじゃないから。え、うん。そうなの？なんか、鍋嫌いな人がいるの？いや、嫌いではないんだけど、もうめんどくさい。待つのが。いや、すぐよ。本当にすぐよ。すぐって、3秒とかよ。私のすぐって。いつも何食べてるの？だとしたら。もう、そこに置いて、調理がめんどくさいのよ。いや、それはわかる。そのまま、ハムとかだったらそのままいけるじゃん。ハム食べて。ハムとキャベツだったらそのままいけるじゃない。いや、だからハムとキャベツを毎日食べるのが、ほとんどの人は無理なのよ。ハムとキャベツだけを。無理なのよ。その1回食べるぐらいなら美味しいって思うけど、その2日も3日も4日もそれが続いちゃうと、無理なのよ。じゃあハムをソーセージに変えるわ。いいけど。合成肉で勝負。まあいいけど、でも。あ、そう。なくない？じゃあ本出したらいいじゃない、本。鍋ダイエット。鍋ダイエット。あ、本当にいいと思う、私は。でも、それが、なんか、なんていうの？健康的にいいのかどうかわからないじゃない。でも野菜と肉食べてたらいいんじゃない？まあそうね。無理もしてないしね。あとはポン酢がいいかどうかよ。そうなのよ。ポン酢あんま取りすぎは良くなさそうじゃない？ただもう、鍋の汁で食べたらダメなの？なんででもポン酢をつけるの？私は好きなのよ。ポン酢が。おっさじゃない？めちゃくちゃポン酢好きなこと。ポン酢が好きなのよ。だから、そっち食べたいだけでいいんじゃない？まあでも私はやらないわ。この話聞いても。何の心も動いていないわ。なんで？そもそも、食べ物にあんまり興味がないから、私は。別に。だから何でもいいの。お腹にさえ入れば。そうなの？正直、まあ変な話していい？別に炭水化物食べたいなとも思わない。そうなの？一緒。みんな一緒。平等。全員一緒。野菜も、炭水化物も、肉も平等。全部同じくらい。何でもいいの。団子ちゃんに言わなきゃよかった。この話。帰るね。全部一緒だよ。翌日。月見ちゃん。悩み聞いてもらっていい？たまには。いつも聞いてるじゃない。そうね。いつも悩みばかりよ。悩んでるわけじゃないんだけど。悩んでるわけじゃないないんだけど。私の家のすごい近くに、コンビニがあるのよ。あるの？最初はね、便利だなって思ってたんだけど、近くて。最近ね、なんか、あまりにもそのコンビニに行きすぎて、みんなもう、そこで働いてるバイト全員もう知ってんの、私。見たことある人だよね。で、相手ももう、私のこと認知してんの。よく来る人だって。そう。で、もうよく来る人のレベルじゃないのよ。だけど、もうそこは一線超えるか超えないかの、言ったら、一応、まだ私も、1000円でお願いしますとか、袋いりませんとか、そういうお客としてやってるけど、で、向こうも、ちゃんと、ありがとうございましたとか、いらっしゃいませって言ってますけど、それはもう、お互い気づいてるだけ。気づいてるけど、一線超えてないだけなの。一線って何なの？一線って何なの？もう、今にも、友達だっていう感じになりそうなの。店員さんと？だってもう、そういう顔してるんだもん。来てるっていう。私も思ってるし、今日はあの子だって。なのに、このコンビニっていう空間がそうさせないのよ。そうよね、そりゃ。そうよ。ただこれ、今、私が言ってるのは、月見ちゃんなんか変なこと言ってるみたいな顔してるけど、変なのは月見ちゃんよ。なんで？だって、これがコンビニじゃなくて、八百屋に例えてみて。
そしたら、いや、つって、奥さんまた来たのかい今日はなんかいい野菜ないってなるじゃない。でしょ？いや、なるわよ。やおやなら。なるんだけど、それが一線超えた状態がそれってこと？一線超え、いや、お店、お客ちょっともう一回やってね。八百屋さんの場合は、奥さん今日も来たね今日はなんかいい野菜ないのって言って、いや、これはいいんだよ、今日はこれすごいよ、おい、持ってきなっていうやつでしょ。ちょっと待って、超えてるのそれ。超えてる。超えてる。だってそれはもうお客さんと店員じゃなくて、もう知り合いの話になってる。違うわよ。ただの常連よ。だから、常連よ、それが。そうなるじゃない？八百屋は常連としても。なるわよ。なんでコンビニはそれにならないのかなってるとこもあるわよ。見たことあるもの。あ、そうなの？話し込んでる人。ただそれになるのも怖いの。それになっちゃったら、気軽にはいけないじゃない？もう、今私、たまにこう、コンビニに行って、ATM とかだけを使う時とかもあるのよ。まあ、あるわよ。もし一線超えちゃったら、ATM だけでは出れないわ。いや。ATM& 何かコーヒーとか買って、そここだわるよ。なんか買わなきゃいけないの。それはもう一線超えたら挨拶しなきゃいけないじゃない。だから、こんにちはって言って。で、あっちも、こんにちはみたいな。いいじゃん。どうしたの？すればいいじゃない、別に。でもそうなってくると、コンビニの一番大事な気軽さっていう面が失われちゃうと思うのよ。いやでも見たことあるけどね、そういう。それはもう、自分の中の、その人と仲良くなりたいっていう気持ちで、がゆえに十字架を背負っちゃったわよね、その人。いや、でも、そのコンビニの店員さんが、そういうなんか、コミュニケーションがすごい上手い人で、ってパターンもあるじゃない。まあね。いやでもね、ちょっとビビっちゃう時もあるのよ。相手のその雰囲気で。なんかね、まあその人は辞めちゃったんだけど、一回その男の人だったんだけど、なんかね、もちろん相手も認識してるし、私も認識してるんだけど、何かを買った時に、これ絶対ダメなことよ。だけど相手が多分、私をもう一線超えてきたのよね。で、これ、このままだと廃棄になっちゃうんで、どうぞってなんかホットスナックをくれたのよ。その時私、ちょっと、怖って思っちゃったのよ。なんで優しい人じゃない？優しい人なんだけど、ただ、なんでホットスナックくれるんだろうって思っちゃった。いや、だからよく来てくれるから、だけど、その時に私は、ずっと心で、この人たちなんか仲間なんだって思ってたのが、私は仲間とは思ってなかったんだ。やっぱり一線越えてほしくない。プロとして対応してほしいなって思ってるんだなって思ったの。疲れるでしょ、人生。そんなこと考えてて。そういう風に思ったの。だから、すごい難しいんだけど、その関係も嫌なのよ。じゃあもうしなきゃいいじゃない。だけど、別にいいわよ。でも、パッと会った時に、お互い、心の中で、いつ、一線越えようかなと思って、そんなないのよ。っていうか、団子ちゃんみたいな人いっぱいいるのよ。どういうこと？だから、団子ちゃんからしたらいつものメンバーだけど、その店員さんからしたら団子ちゃんみたいな人がいっぱいいるのよ。よく来る。まあね。そうなのよ。学校の先生、私たちから見たら先生だけど、先生から見たら生徒の一人みたいなことね。そうよ。お客さんの一人なら考えすぎよ。でも、私の学校の先生は言ってたよ。今まで持った生徒のこと全部覚えてる。いや、だから別に店員さんも覚えてるかもしんない。覚えてるかもしんないけど、別にお客さんで。そんな意識してないわよ。団子ちゃんほど。なんか、月見ちゃんと話合わない。なんで、どこ行くのよ。帰るの？なんなのよ、あの子。翌週。団子ちゃんさ、なんかさ、周りのさ、友達でさ、なんか、変なところで恥ずかしがる人っていない？変なところ？どういうこと？場所ってこと？それともタイミング？まあ、変なこと？
変なことうんそうね。うんまあ、いるんじゃない？なんかうん。結構目撃するんだけど、ん。もちろん周りって言ってもさ、うん女の子ね、うん。なんか名字言うの恥ずかしいとかさ、名字？名字どういうこと？なんか名字を聞かれて、うん。ね、うん。いや名字はちょっとえ？恥ずかしいからみたいゴンダワラとか、そういう名な。字だと。いやそう思うじゃない、うん。そっちならわかるのよ。うん。普通なんだよみたいな。普通だと例えば、どういうこと？佐藤とかってこと？山田とか佐藤とか。あどういうこと言うまでもないってことかな、もはや。普通さ、うん。普通って言っていいかわかんないけど、うん名前言う方が恥ずかしくない名字より。どっちかというとまあね、そうね、確かに。うん。名前の方が、うん。まあ言う機会があんまりないものね。うん。そうよね。うん。もっと子供の頃だったらさ、うん。名前言うけどさ、うん。だんだん年を取っていくにつれてさ、うん。やっぱり名字になってくるじゃない。何々さんみたいな。そうね。ううん。まあ、恥ずかしいっていうより、うん。言うのがめんどくさいってことなんじゃないの？その子。まあそれもあるかもしれない。でごめんても、の名前じゃないから。やでもめてよみたい、その時間がもう変な時間になっちゃうじゃない。な。まあね。すぐ行った方がもうすんなり行くじゃない。うん。でもちょっとなんか今、うん自分がもし山田で、ん。だったら、うんそうなるかもしれない。え？何か恥ずかしいというよりは、私が例えばまあ、うん山田、名字が山田で名前が邦子だとして、なんで山田邦子なのよ。今のジョーク。団子でいいじゃない。ジョーク。山田団子だとして、うん。団子って私言ったじゃない？うん。で、団子、名前知らない体でいい？いいよ、私が。うん。はじめまして。はじめまして。お名前なんて言うんですか？団子です。あ、団子ちゃんかわいい。ありがとうございまーす。名字は？名字？うん。ちょっと変じゃん。変じゃない？でも今、その気分になったもん。なんでだから、うん。山田はずいわ。やっぱ。いや、山田さんに失礼よ。恥ずかしくないわよ。なんかいるんだから、やっぱスペシャルでありたいもん。特別でありたいのよ。やっぱ山田とか、うん佐藤とか、うん。鈴木っていう日本の、なんか代表的な名前を、で言ってほしくない。なんか、どういうこと？承認されてない感じがするんじゃない？え？だから大多数の中の一人みたいになっちゃう感じがするから。そうよ。でも私がもしここで山田って言ったら、うんこの人山田って言いそうだなってのもあるから、なんていうの？私はもう団子で、団子じゃなく？そう、団子じゃなく山田のいや、わ可能性もかるわよ。うんわかるわよ。もう団子ってもう言ってるんだから、もう団子でもう統一してよって。そう、だからもうこの後、余計な知識、この後山田って呼ばせたくないわけよ。でも私は。別に普通じゃない。名字聞くのも。まあね。うんだから、恥ずかしいんじゃなくて、んもう情報与えたくないのよ。もし何よ、それ。もの場合山田で呼ばれたら私もうたまらないから。呼ばないわよ、山田とは。いや、そういう人ばっかりじゃないもん。えやだやだ。そしたらもう言わない方がいい。で、そこで一発、でも恥ずかしいんですよ、当たり前すぎてって言うと、うん。もうそっちは私は呼ばれたくないんだなっていうののアピール。さしてあげないといけないそういうことよ。分かってあげてよ。それ。そういうことよ。わかんないな、そこはやっぱり。特別がすぐ言えばいいのにって。そんなの。すぐ言うパターンやってみましょうか。うん。変ですよ。多分。いや、変じゃないよ。はじめまして。て。お名前なんて言うんですか？団子です。あ、団子ちゃん。はいかわいい。ありがとう。名字は？山田。あ、山田？うん山田団子。ほら、別にさ、普通じゃない？だって恥ずかしい。だって、だが2回も連続しちゃってるもん。じゃあほら、変なとこで。変なとこで恥ずかしい。だが2回も来ちゃって、ダダってなっちゃってるから。山田団子。山田団子。山田団ダダってなってるから恥ずかしい。いやいや、だから変なとこで。そんな思ってないみんな。そうなるもん。だから、いや、
名字聞かないであげてよ。その子が言いたい名前で呼んであげることが重要なのよ。そうなのね。呼んであげないで恥ずかしいよ、本当に。私は月見ちゃんのそういうところが恥ずかしい。友達としてね。そういうところが恥ずかしいよ。そういう思いやりのないところは。言えるけど別に名字なんて。聞きたくないわよ。別に名字なんか。聞いてないし。そういうことじゃないからね。どういうことよ。どこ行くのよ。なんで止まったのよ。次の日。月見ちゃん。何？私がこういう呼び方したときは大体わかるよね。真面目な話しようよ。いいけど。議題。何？本当の愛って何かなって。深いね。めちゃくちゃ深かった。予想より深かった。ごめんね、衝撃与えちゃって。本当の愛？難しいわね。そうなのよ。難しいの。愛って、いろんな形あるじゃん。そうね。むずいよね。でもやっぱ、今日は、答え出るまでは、帰れない。帰れないわよ。絶対帰れないわよ、じゃあ。帰れない。答えに近づきましょう。なんとか。なんだろう。例えばもわかんないわ。例えばもわかんない？愛ってなんだろうって言われて。私一つはわかるわよ。一つ。何？それは、まあ、これ絶対的なものは、無償の愛よ。無償の愛ね。例えば、カマキリが、子供生まれた時に、自分の体を子供に食べさせるとか、あれは愛よね。なんでそんな例えするの？なんていうの？意味ないの？人間に例えようと思ったんだけど、なんでカマキリの人間はもしかしたらその無償の愛が絶対は成り立たないから、カマキリはもう絶対成り立つじゃない？無償の愛。損得感情なしでね。そう。それはもう愛の一つとして定義されてると思う。そこはもう、まあ言ってもその愛って、言ったら自己愛じゃない？正直言って。言いたくないけど、これ言うとまた、団子ちゃん何言ってんのって、つきみちゃん思うかもしれないけど、何？私、お母さんと私、で、私は思うんだけど、お母さんの、この手のところが、ピチって取れて、ボト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 っと落ちて、それがこう、ムク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 ってなって、私になったと言っても過言じゃないよね。じゃあ何の話してるの？出来方として私の。そうじゃない？だって、体の一部ってこと？そう、体の一部からできてるわけじゃない？だから、お母さんから取ったら、私って、体の一部なのよ。正直ね。そうなったら、私のことを無償で愛するってことは、自分を愛してるだけのこともない？化身じゃないけど。そう。だから、無償の愛って自己愛のような気もするのよ、私。ちょっとだから深すぎる。いいのよ、ここまではプロローグなの。だから、今日の議題はそっちじゃなくて、他人に対しての愛とは何かってことよ。他人に対しての本当の愛は何か。異性でも、異性じゃなくてもいいわ、この際も。時代的に。そうね。自分の違う DNA のものを愛する愛っていうのは何か。っていうことで、まあだからこうなってくると DNA って言った以上、兄弟も抜こうかしら。兄弟も抜くの？じゃあもう血縁関係が抜くってこと？それよ。そこにおいての本当の愛を教えて。もう今考える。はい、3秒。なんで3秒なの私？すぐ出たこのインスピレーションで。だってさ、例えばさ、先生とかの愛もあるわよね、生徒に対して。先生の愛は本物かな？あるでしょ？どうかな？そういう愛だってあるわけでしょ？愛情という形で。まあね。いや、じゃあ、ここは恋愛の話にしましょう。せっかくなんで。恋愛の愛？パッと思いつくこと言うのよ。パッと思いつく。これこそが本当の愛だ。
こういう時がその相手を愛してるっていうの、こういうことだっていうのを教えてよ、私に。いやでも、一言って場じゃなく、その人の相手に対し、好きな人に対してのことなら、まあ何でもできるってことじゃない？あ、その人にだったら何でもできる？じゃあ、いい？詰めて。なんで詰めるの？なんか答えがあやふやだから冷たくなるの。ああ、いいわよ。じゃあその人のために死ねるのも愛だと思うの？愛だと思う。その人それ望んでるかしら？いえ、その人にとっての。私は、そうは思わない。何よ、じゃあ。じゃあ何なのよ、本当の愛って。本当の愛？ちょっと考えさせて。いや、すぐ答えてよ。いや、話が違うわよ。でも、月見ちゃんの発想には似てるけど、何でもしてあげるっていうよりは、なんだろう。ただそばにいたいってことかな。何髪の毛揺らしながら言ってんのよ。じゃあ私先に帰るから、ちょっと残って考えて。なんでよ。なんで宿題にするのよ、私の。愛について考えなさい。それじゃあ、アデュー。翌朝。え？いや、なんでもない。どうしたん、ぴっちゃん。いや、なんか、いいなぁと思って。いいな？何が？いや、犬。犬いいなぁ。まだ言ってんの？なんでか。ずっと言ってないなんか。いや、ずっとって。いや、なんか変だったんだよ。あの時からすぐテンション上がっちゃってて。ピーちゃんが珍しく。団子ちゃんの犬でしょ？いや、まあ、良くない？いやいや、可愛いと思うけど、でもなんか、普段そんな、感情出さないピーちゃんがさ、犬見た瞬間も、なんか、テンション上がっちゃって。いや、見たことなかったんだよね。そんな犬好きなの？いや、まあ、逆になんでテンション上がんないの？いやいや、可愛いから、私別にテンション上がるし、普通に、普段も、違うことでも。飼う？いや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 、それをお母さんに相談しないと無理だし、うちは。あ、そう。なんだっけ？あの犬の名前。いや、月餅でしょ？いやいや、食い気味な月餅やめてよ。なんで覚えてないのよ。いや、忘れちゃったよ。一回しか会ったことないのもん。月餅くんね。月餅いいなぁ。月餅来ないかな。月餅が来ないかな。どうする？月餅来たら。いや、月餅来るわけないじゃん。団子ちゃんも来たことないのに、うち。団子ちゃんはいいけど。いや月餅だけが来ることないのよ。あ、そう。団子ちゃんと一緒なのよ。セットよ、そこは。で、団子ちゃんも来たことないから、うちに。なんとかならないかな。いや、ならないよ、それは。諦めてよ。まあ、諦めるわ。あ。犬って何食べんの？いや、もういいって犬のこと。いや、どうかなと思って。いやいやいや。いいよ、犬のことは。あ、そう。ちょっと、眠くなっちゃった、私。なんで？いや、わかんない。ちょっと、昼寝しよっかな。ちょっと、もうちょっと月餅の話しよう。いや、月餅の話いいから。どうしようかな。月餅に会いたいな。これ、降りれるかな。正直な、月見が14の時から一回も降りてないんだよな。ちょっと不安だけど。でもな、月餅に会いたいしな。ちょっとやってみるか。ちょっと怖いな。でも行こう。行くぞ。せーの。よいしょ。あ、いけた。あ、いける。よいしょ。よいしょ。よいしょ。あ、いいぞ。いけそうだ。よいしょ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 。この辺、ここだよな。よいしょ。あ、こっちかな。よいしょ。月餅は、あ、月餅月餅月餅
げっぺげっぺげっぺ。げっぺ。げっぺ。よいしょ。よいしょっと。げっぺ。会いたかったよ。ああ、出た。げっぺさ、俺、げっぺにはなんかさ、特別な感じ感じてたんだよね。なんか初めて会った時から。なんかげっぺなら話せるかなと思ってさ、ついつい会いに来ちゃってよ。聞いてるげっぺ。まあ、俺さ、月見が14の時からさ、こっちの世界来てるんだけど、その時月見さ、いじめられててさ、なんかさ、毎日なんかこう、友達もいないから、死のうとしたりとかしててさ、まあでもさ、俺が来てから、なんかさ、まあ、そういうことしなくなったっていうか、まあ、あいつもちょっとさ、前みたいな感じじゃなくなったんだけどね。でもさ、まあそれだからといってすごい元気かって言ったらそうでもなくてさ。でもさ、最近あいつ元気いいんだよな。団子と会ってからさ、なんか毎日楽しそうでさ、家帰ってきても団子の話ばっかすんのよ。まあそれで俺がさ、なんか、なんていうの、嫉妬してるとかそういう感じじゃないんだけど、だけどさ、多分俺ってさ、月見の友達になるためにさ、この世界来たのよ。だからさ、月見に友達できたら、俺ってどうなっちゃうんだろうな、とか思ったりするんだよね。まあいっか、そんなことは。月見に友達ができたらそれでいいけどさ。ごめんな、ゲッペこんなこと聞かせちゃって。でもなんかさ、ゲッペ以外誰にもこんなこと話せねえから。じゃああんまりさ、離れてるとまた、月見が心配するから。またな、ゲッペ。ありがとう。じゃあな、ゲッペ、またな。おいしょ。じゃあね、ゲッペ。またね。帰んなきゃ。よいしょ、帰ろう。よいしょ。こっちか。よいしょ。よいしょ。帰るのも大変だ。こりゃ。よいしょ。こっちかな。よいしょ。よいしょ。おい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 しょ。おい。おいしょ。よいしょ。おいしょ。おい。よいしょ。よいしょ。おいしょ。おいしょ。よいしょ。おい。よいしょ。ふう。なんか変な夢見てた。